で本当に縁も滝縄になりましてね、で先輩たちもまあそこそこ十分に、一緒にこう席に着かれて、まあ大にぎわいになってきて、で前を見るとそのもう一升瓶が本当に100本じゃ足んないですね。200本とか下手すりゃもっとそれ以上かなぐらい、すごいなこの景色みたいな感じで、飲んでましたけど、急にですね一人の先輩が新入社員注目とね、大きい声で言ったんですよ。でそれまで大にぎわいでもう本当に自分の声も聞こえないぐらいだったのがシーンとなりましてね、みんな注目したんですよ。そうするとその先輩が、今から歓迎会を始めますと。でついては、新入社員諸君一人一人自己紹介をしてもらおうと思いますと。でついては、その例を見せるので、こういうふうにやってくれということでですね、今度はなんとねスーツを着てネクタイをピシッとこうねしたね、先輩が、なんか何や箱をね、黒い白木の箱みたいなの持って現れたんですよ。でその箱を開けるとね、中から出てきてるのはなんとヘルメットなんですよ。でそのヘルメットをこう逆さにしてですね、持ったところにそのもう一人の先輩がそのお酒をですねとっ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 とこう継ぐわけですね。そうすると見事に一升瓶入っちゃうんですよ。でそれで私は、誰々誰々名前を言って、で大学出身大学を言って、でそれで、出身学部を言って、でその後希望の配属先はどこどこですみたいなね、そんな説明するわけですよ。でそうするとその後言い終わったら、いただきますっつってそのなみなみ入ったですねヘルメットをごく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 一気飲みしていくんですよ。これがすごくてですね、まあ結構時間かかりますよ。一升分ですからね。その途中でこう息を、するために、ヘルメットを口から離すこと一切なく、なんでしょうね、2分ぐらいかな。で綺麗に飲み干した後、頭の上にポンとかぶるんですよね。もうその光景を見てね、その僕たち新入社員はねゾーッとしたんですよ。これやるのと噂には聞いていたけれども、こんな風に飲めるかなみたいな感じですよね。で、次から次に、先輩から名前が呼ばれまして、5人ずつぐらいかな。で1人ずつね、その先ほどの先輩がやった事例のようにね自己紹介をして、何々大学出身なんて言うとね、その大学の先輩がいるわけですよ。そうすると「また!」なんつってね、その先輩たちは今度日本酒の瓶をね、一升瓶を持って今度かきつきに来るわけですよ。ね、何々学部出身なんて言うと「また!」ってその学部の先輩だったりするわけですね。でどこどこ配属希望なんて言うと、今度その配属で仕事をしている先輩たちが「また!」まあそんな感じでですね、次から次に先輩がこうその自己紹介に割り込んでお酒を継ぐわけですよ。そんなことをやって、でまあ5人全員揃うとそこから一気飲みするんですがね、弱い人なんかはもう口の横からベラ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 こう出したりするわけですよ。そうするとまあだからブルーシートだったんですけども、ビチャビチャなんですよね。であんまりひどいとダメだもう一回なんつってね、また入れられてこう飲むと。で頑張って飲み切ったらですね、みんなどうするかっていうと、すぐもうそのまま入り口にたくさんポリバケツあったじゃないですか。あそこでみんなねもうすぐ履きに行くんですよ。100人全員やらされるんですね。で僕もやりましたよ。頑張ってね飲み終えましたが、当然ポリバケツで、処理をしてまた戻ってくるわけですね。でそして席に着くとね、また先輩たちがね今度ビールで乾杯、もう本当に、大変ですよ、ね、そんな風だったですね。まあ一通りその100人分終わるとですね、それでもまだ全然日本酒も余ってますし、でもうちょっと今度みんなの根性が見てみたいみたいなことでですね、先輩が2回目ってやるわけですよ。で脱落してね行くもの新入社員なんかもうそこで酔いつぶれて、で先輩たちに担がれてですね部屋に戻ったり、まあそんなねもう大変でしたね。まあ100人いましたけど、最後残ったのがどのぐらいかな、20人ぐらいだったのかな。まあこれが本当にね鉄鋼のね、最初のこう儀式みたいなところだったですよ。いや今もね鮮明に覚えてますね。まあ僕も最後までね結局行きましてね、残りまして、まあそれもあってね結構先輩たちからね、
やっぱよく覚えてもらったですよ。本当にこれも昭和ならではのもう今や化石のような飲み会だと思うんですが、一生忘れない経験というかこれはね今の時代できないでしょうから、本当にこの時代ならではかなというふうに思っています。それでは皆さん今日一日、いい日をお過ごしください。それではさようなら。